こんちは。複合スキルの紹介、有用編、やっていきます。この企画は 4G に登場した複合スキルを紹介するものだよ。2回に分けてお届けする企画の後編だ。前回は諸説編として微妙なスキルたちでしたが、今回紹介するのは粒揃いです。ちなみに、有用編といってもピンキリではあるから、特に強力なものは後半に揃えてある。前半は微妙とまではいかないけど、後半のスキルに比べると出番は少ないですね。じゃ、早速やっていこう。まずはこちら、奥義。系統名は秘伝。武器の属性を解放しつつ強化するスキルです。攻撃属性、状態異常、どちらも対応しています。かなり後半にならないと発動できないスキルですが、発掘があれば鈍いで発動可能です。これの強みはわかりやすいよね。内包スキルにちゃんとシナジーがある。覚醒ありなら使いようがある武器用ですね。少ないですが一応あります。そもそも覚醒ってかなり重いんだよね。普通に秘伝のがつけやすい場面も多い。属性解放、装飾品がスロ3で3ポイントなんですよね。最大お守りがないとつけにくいです。これ、あんまり目にする機会は多くないが、たまに野良でうまく組んでる人がいたね。2つ目、軽業師。系統名は回避術。ゲーム内の説明だと何のこっちゃわかりませんが、回避性能1と体術1がつきますね。このスキル、諸説編に入れるか正直迷いましたが、一応シナジーはあるのでこっちにしました。どっちもちゃんと有用なスキルではあるからね。やや重いのが難点だが。意外に偉いのが体術なんだよ。これ、モンスに向かって緊急回避ができるようになる。MH4 ではバグでスタミナ減少効果しかなかったですが、4G で修正されたようですね。体術って微妙につけづらかったりするので、回避術が代わりになる可能性もあります。やっぱり怪しいけど、ギリギリで有用としてあげよう。3つ目、お守りマニア。系統名は五石収集。いかにもな名前のが来ましたね。何気に採取用の複合スキルはこれだけです。お守りハンターは五石王15ポイントでつきます。意外にポイント効率は高めです。採取も五石王も少し中途半端ではあるが、どちらもお守りの収集に適しててシナジーがあるね。非常にわかりやすい組み合わせですしね。採用はしやすいと思います。生産でつく防具は非常に少ないですが、発掘があれば鈍いで発動可能です。まあ、スタールーク足はイベント限定にはなっちゃうが、一応お守りでもつくからな。だから頼む、発掘武器につくのはやめてくれないか。ギルクエ勢にはその印象が強いですよね。4つ目、強弾。系統名はいて。いてたか車種だか不明ですが、とにかく弾丸強化がたくさんつきます。これは真打ちと対になるスキルですね。結構古参の複合スキルになります。真打ちと違うのは、ステータスの強化がない点だね。これがあれば汎用性高かったんだが。基本的にガンナーって使う弾丸を絞るから、全スキルを活かすことは現実的でないよ。しかしながら 4K、特に 4G は発動難度が下がったので、特定状況下では使えるスキルとなったみたいです。ミラルーツとか他のスキルが優秀な防具があるからね。4G なら残念扱いはされてないみたい。逆に言うと 4G 以外の作品では見たことないが。5つ目、激鱗。系統名は怒り。シンプルだけど物騒な名前ですね。笑顔で殴ってきそう。内容は根性と火事場力プラス2です。わかりやすく噛み合いがいい構成ですね。火事場がちゃんと2まで行くのが偉い。1だと攻撃力上がらないから3敗だったよ。これも特にガンナーと相性がいいスキルだね。発掘に5ポイントつくのもガンナーだけだし。それと生産でも有用なスキルと揃うことが多いです。攻撃と買い手とか回避術とか。火事場自体がかなり難しいスキルではありますが、うまく組めたら相当面白そうです。ちなみに、さっきのスライドにあったブチギレってのは、MHF にあった怒り20ポイントで発動するスキルだよ。F だと新根性目当てでつけてたイメージです。懐かしいですね。6つ目、トラップマスター。系統名は触光。話とボマーの組み合わせですね。スタイリッシュボマー御用達。これ、発動方法が非常に限られており、系統で言えば2種類しか防具がありません。エンプレス X を一式運用することはないから、トラマス目当てなら触光のメガネ一択だね。なんと、頭 1V でスキル発動だ。ここまで軽い複合もないんじゃないか。もっとも、元が5スロスキル同士の組み合わせですが、ちゃんとシナジーあるのが魅力ですね。最終盤での活躍は難しそうですが、一部の相手にはしっかり役立ちそうです。ギルクエ140でも、爆弾ってちゃんと有効だからね。対キリンとかバサルとか面白そう。
7つ目、お供指揮官。系統名は指揮。これはレアなスキルの組み合わせきましたね。こちらも発動方法が限られています。内包スキルはどちらもお供に特化しています。号令はお供を回復させるものですね。采配の方はステータス強化で、攻撃と防御が 1.1 倍になる。これ、スキルの価値としてはかなりギリギリだが、回復お供連れなら助かることもありそうだね。強敵相手のソロ限定ではありますけど、回復笛って結構バカにできませんからね。他スキルとの両立は若干やりづらそうですが、お供好きなら発動してもいいかも。8つ目、約束された神スキル、真打ち。系統名は東証。ここから特に強力なスキルたちの紹介になります。冒頭に説明していたものですね。やはり、複合スキルといえばこれでしょう。匠と攻撃台の複合です。なんといっても、わかりやすく強いよね。切れ味と攻撃力を同時に強化してくれる。切れ味が1段上がると、基本的に火力が1割上がるから、火力の上昇幅自体がかなり大きいスキルだ。攻撃アップが大まで上がるのが偉すぎるんですよね。シンプルにコスパが異次元です。これは好きなスキルランキングでも話しましたが、4G における要匠武器を支える存在だと思ってます。匠自体が必須な割に重いからね。これがないと匠不要武器に押されがちだよ。4G だとスキルもぐっと発動させやすくなった。これが軸になるテンプレがあるくらいだしな。真打ちテンプレ4からすでにありましたもんね。4シリーズを代表するようなスキルの一つかも。9つ目、真剣一体。系統名は残術。これもおなじみのが来ましたね。どちらも切れ味に関連したスキルです。直接的な火力強化はないですが、立ち回りやすさが劇的に良くなりますね。弾かれの方はコーボを両方に影響するからね。多少雑になっても許してくれるありがたい存在だ。性質上、硬いやつもやわいやつもいけるのが強いね。もちろんどっちも持ってるやつにもだ。わかりやすいのは、投機効果したラージャン相手ですね。武器種によっては非常に攻めづらいので。これがあれば気にせず戦闘に集中できます。縁の下の力持ち的な存在かも。これでいて発動しやすいのも強いんだよな。発掘使えば 2V で楽々発動。もちろん拙い式でも OK です。他スキルと両立しやすいんですよね。10番目、居合術力。系統名は居合。来ましたね、居合術。説明の通りで、抜刀術の方は切断限定となります。抜刀した初撃にしか効果がなく、基本的に体験専用と言えるスキルです。チャークなら使えなくはないけど、普通に解放打てばいいしね。というか、これが体験にとって都合が良すぎるんだよ。攻略中のテンプレにもなってるし。ギルクエ140でも発掘を使ったものがありますからね。素で強力なのに能動的な隙も生み出せてしまうという。防具 2V で済むってのがバグってるよな。抜刀力単体よりよっぽどつけやすいよ。抜刀力の発動難度は普通ですが、こっちはノウトフまで完備してますからね。4G の体験人気を支えたスキルの一つと言えるでしょう。まさに体験天国な環境です。11番目、無慈悲。系統名は言撃。弱徳と見切り2の複合ですね。火力特化で優秀な構成です。なんといっても、お手軽に火力増強になるのが魅力。4G といえば弱徳なとこありますから。見切りが弱体化してるのがちょっと残念だが、それでも会心 15% アップは嬉しいね。このスキルは全部機種で有効だが、発動難度はガンナーのが圧倒的に楽だね。ガンナーの発掘防具は 1V5 ポイントのものがあります。なんと 2V で OK です。逆に言えば、剣士はやや縁遠い存在ですね。弱徳だけつけるケースが多いと思います。他スキルが優秀な防具もあるんだけどね。さすがに 2V で済むガンナーにはかなわないな。12番目、今後歌い。系統名は不動。耳栓と風圧傷を防ぐ効果に加えて、被弾値のリアクションを軽くしてくれますね。このリアクション軽減は、このスキルのみの効果です。複合スキルとしてももちろん、唯一無二の特性付き。この効果が地味だけど偉いんだよな。次の被弾がしづらくなるから、立ち回りが楽になる。もちろん、耳栓効果も単純に偉い。ラージャンが耳栓で OK な環境も後押ししてる。発動防具は少なく発掘も存在しませんが、そこを GX ハンターが強烈にサポートします。ご丁寧に抜刀会心とスロさんまで携えて、ほんとなんなんですかこのバグ防具は。居合といい、体験が得する複合多くねえか。いや、プレイヤーとしてはありがたいんだけどさ。もちろん、ラー以外にも幅広い相手に効果的だ。これも間違いなく体験人気につながってるよな。改めて振り返ると、環境的な追い風がすごいですね。これぞ主人公武器。13番目、舞踏家。系
系統名は潔癖。回避距離アップとフルチャージの複合です。独特な組み合わせですね。ちなみに、舞踏家ではなく舞踏家です。前者でもイメージに合ってはいますが。これ、かなり武器を選ぶ構成だけど、発動は結構簡単だよ。5ポイントの発掘防具が存在しますね。剣士とガンナー、どちらでもいけます。が、やっぱり一番活かせるのはヘビーでしょうね。どちらも相性抜群です。フルチャがある都合上、小型とかがいない環境、古流戦なんかでかなり活躍しそうだね。逆に言えば、ヘビー以外の実用性は怪しい。ハメ狩猟ならまだしも。フルチャも言うて攻撃台と一緒ですからね。そこまで劇的な効果は期待できません。以上、有用編13スキルの紹介でした。今回も共通点について見ていこうか。やっぱり内包スキルが有用なのは大前提として、それが集まったコスパの良さが見られますね。場合により、特定スキルよりつけやすいものもあります。ここは諸説編と違うところですね。特に真打ち以降に紹介したものは、組みやすさも大きいね。他の強力なスキルと共存しやすいんだよな。複合を重視するあまり、枠を食っては意味ないですからね。取り巻く環境も非常に重要です。さて、複合スキルすべての紹介が終わりました。なんと24個もありましたよ。最近は純粋な複合スキルってないからね。4G は特に充実してる作品かな。系統名からパッド効果が浮かばないものもあったりして、まとめてて面白かったよ。息抜きでヘンテコ装備組むの面白そうですね。マジでいい案思いついたら動画にしてみましょうか。だね、真面目にやると、有用編ナンバー8以降だらけだしな。ほいじゃ、次の動画で。またね。